26話、通ずるものの解説と考察まとめ。ボルト、トゥーブルーボルテックス。26話掲載の V ジャンプ11月特大号が、2025年9月20日に発売された。前回25話、あの子たちにでは、風の国での任務が完成された後の木の葉の里の様子が描かれた。大きく分けて4つの場面で話が進行した。1つ目は、木の葉丸が木になった萌木を助ける場面。木の葉丸は任務の戦利品である人真珠、祭りのトデ玉を使用する。トデ玉を木に突き刺すことで萌木が解放された。萌木は意識を取り戻しており、しばらく安静にすれば回復する見込みであった。砂隠れの里からは新規とガーラの無事が報告されている。2つ目は、サラダとスミレが心の内を話し合った場面。萌木の見舞いに来ていた2人。サラダがスミレに話しかけ、ボルトと再会した場所へ移動した。サラダはボルトを心配するうちに自分の気持ちがわからなくなっていた。その深刻さは火影を目指していいのかと悩むほどであったという。しかし、現在はその考えを捨てたようで、ボルトのことを素直に好きだと思えている。サラダはボルトの力になりたいという気持ちが火影を目指す力にもなると考えた。この話を聞いたスミレはサラダをライバルだと認め、これからは遠慮しないと宣言した。3つ目はひまわりとクラマが修行をしている場面。自宅で瞑想をしていた。クラマと一心同体となったひまわりは現在、新たな戦闘スタイルを身につけようとしている。クラマは常識を捨て、自分自身をチャクラそのものの化身だと思えと教えた。しかし、いまいちその意味を理解できていないひまわり。クラマは疲れて中断した。ひまわりは何か言いたげな様子だった。4つ目はひまわりの様子を外から見ていたボルトの場面。ボルトもひまわりと同じように、自身の精神世界へアクセスする。そこには横たわっている桃式の姿があった。ボルトは力を貸してほしいと交渉を持ちかけた。桃式は全く相手にしていない。ここでボルトが持ちかけた提案の詳細を話す。それは、ジラを倒した場合、自分の体の全てを明け渡してもいいというものだった。桃式の視線はボルトの方へ向いたシーンで幕を閉じた。26話はここから展開される。この動画では26話、通ずるものの解説と考察をやっていこうと思う。まずは26話のあらすじの解説をしていく。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。26話は主に2つの場面で展開された。1つは鹿丸がご意見番と大名の側近から問い詰められる場面。他で代理である鹿丸の独断で行われたトデ玉の回収作戦。この作戦にボルトが関わっていたこともあり、上層部では鹿丸への不信感が強まっていた。ただ、コジとボルトの2人は鹿丸に火影を続投してもらう目的で動いていた。およそ1週間後に迫る人真珠、マムシとの戦いを有利に進めるためである。コジはカエルに触れたイノジンを口寄せし、彼の神殿神の術を利用、非公式で鹿丸と連絡をつないでいた。尋問を控えている鹿丸にマムシの能力とその対処法を伝えるタイミングで場面が映った。新たに山中一族の秘伝忍術である神殿神の術を見せたイノジン。第1部時点では一切使う様子がなかったことから、もともとは苦手としていた術であったことが推測される。アニメでもこの術に苦手意識を覚えていた炎章。しかし今回、術をマスターしている様子から成長が感じられた。イノジンに続いて、他の第10版の成長する様子も見てみたいところである。イノジンにはひまわりへの好意が芽生えており、彼女を守りたいという気持ちが強くなっていた。コジはイノジンの気持ちを聞き、利害の一致を確認している。このシーンから、ひまわりがそう遠くない未来でジラから再び狙われる可能性が高い。更新された真術、実報の内容にもひまわりが緊張の面持ちでいる様子があった。コジにとってもひまわりの重要性は高いということがわかる。ひまわりは世界の滅亡を阻止するために必要な存在なのだろう。そして、イノジンが実報の発言後のコジと接触した2人目の人物となった。未来の情報を知りすぎてしまった存在である運命の得意点。コジを中心とする彼らは関わったものの運命を壊してしまうという特徴を持つ。イノジンも運命の得意点が関わったことで未来が大きく変わったと言える。この出来事がイノジンをボルトと同じ形で新たな得意点にする可能性になるだけでなく、実力を飛躍的に上げるきっかけにもなるかもしれない。イノジンはひまわりを守るために覚悟と力を必要としていた。得意点の一人であるボルトの考えと重なるところがある。再びひまわりとジュラが対峙した際にもイノジンが活躍すると考えられる。もう一つはサラダとスミレがエイダとデイモンの住宅に訪れた場面。前回25話では、サラダがボルトへの思いをスミレに打ち明けている。この様子を真術、千里眼で見ていたエイダは、二人に当時のことについて聞いていた。改めてボルトへの好意を話したサラダとスミレ。しかし、この話がエイダの能力、魅了にかかっているかどうかを判別する材料となってしまう。エイダに魅了された者は彼女を目の前にして他の人への好意を示すことができない。その事実を知ったサラダとスミレは、自分たちがエイダの命を奪える数少ない存在であることを想起、
そばにいたデイモンもその可能性を察して動き出した。デイモンには姉のエイダを守る役目がある。彼女ら2人はエイダの命を奪える存在である一方で、エイダとデイモンから命を狙われる対象でもある。サラダは万華鏡車輪ガンを発動したものの、デイモンの動きの速さに術が間に合わない。デイモンがサラダとスミレの首を掴んだシーンで幕を閉じた。デイモンは彼女らの命を奪うことをほのめかしていたが、エイダにまでその意志があるとは限らない。彼女がデイモンを制止する可能性がある。彼ら兄弟は異次元の力を持つ改造人間であることから、木の葉の里からは危険人物とみなされていた。サラダとスミレがエイダを仕留めることになるかもしれないという話自体はあったが、神殿神の術でのやり取りであったことからエイダに伝わっているわけではない。神殿神の術で行ったやり取りの内容は、エイダの千里眼でも把握することができない。サラダが万華鏡車輪ガンを発動したことに関しても、あくまで自分たちがエイダを仕留めうると兄弟にバレたことが要因、命の危険を感じたことで互いに体が動いてしまった状況だと言える。それに、孤児が関与していないことからもそれほど重大な事態にはならないことがわかる。孤児にとってエイダとサラダは人信じを相手にするために必要となる存在。エイダは孤児の目としての役割を持つ。サラダの覚醒は孤児によると出玉の回収作戦での重要な目的の一つであった。エイダ自身も孤児からサラダの重要性を聞いている。マムシとの戦いも控えている中で別の争いを始めるとは考えにくい。また、第1部76話からわかる通り、エイダには本当の友達を欲しがっている節があった。彼女は自分の意思と関係なく人を自分の虜にしてしまう魅了の能力に悩んでいる。この能力を生み出した真術、全能は、彼女の無意識の願望を具現化するというもの。エイダは大筒木ではないことから、魅了を含むこの能力を意識的に使えていない。公式サイトの情報では、彼女のモテ願望が望まぬ形で具現化したと説明されている。しかし、サラダとスミレには影響しなかったという結果からは、一概にモテ願望だけによるものではないという疑いが出てくる。そこで魅了の効果は、エイダの本当の友達を見つけ出すためのものと捉えることもできる。同じ大筒木に好意を抱いている者同士で分かり合えることがあるのではないだろうか。3人はボルトとカワキの逆転現象で記憶を改変されていないという点でも共感しやすい。自分の心の内を打ち明けることができる数少ない存在となっている。マムシの襲来は3人の友情を深める意味でチャンスになるだろう。サラダは76話でエイダの友達も望めないという発言に対し、友達になろうと返している。当時はエイダの油断を誘おうという意図で発した言葉だった。ただ、サラダとスミレはエイダと話している中でその意図を忘れていたようにも見える。サラダのこの発言が本当のものになろうとしている。そもそも今回の問題が起こったのは、3人がこれまで恋の話に夢中になっていたということが要因の一つ。3人に友情が芽生えていた証拠とも言えるだろう。マムシとの戦いはこの証拠にさらなる説得力を持たせるものとなりそうだ。この戦いにサラダも賛成する可能性が出てきた。エイダとコノハの関係を考えると、コノハが増援を送るとは考えにくい。両者は協力関係にあるわけではない。コノハにとってのエイダはよそ者で、脅威になり得る存在。コノハはマムシの狙いが分かり次第、エイダとマムシが戦う様子を見るようになると思われる。この戦いの決着がついてから動いた方が都合がいい。ただ、鹿丸が他手としての決定権を持っていれば、何人かをエイダと共に戦わせることができる。サラダはそのうちの一人、鹿丸の独断を信じることができる人物でもある。孤児には鹿丸を経由してサラダを動かす意図があるのかもしれない。更新された実報から得られた情報の中には、マムシの姿が描かれていた。能力なのかわからないが、マムシのファーのような部分が増えているように見える。サラダの同術である大昼目は、任意の対象を生み出した重力で引き込む効果を持つ。この術をうまく使えば一網打尽にできるのではないだろうか。早くもエイダとマムシの戦いが気になるところである。まずはサラダと鹿丸が尋問をどう切り抜けるかに注目したい。26話では新たに、コブという男が登場した。彼の役職は大名直属の側用人、つまり大名の側近だと思われる。大名の意思を代弁する存在として木の葉に来ていた。コブは木の葉を内部から瓦解させようと企む人物を探そうとしているが、個人的には彼自体もかなり怪しいと考えている。何よりその名前が怪しい。ボルトの登場人物には、その名前にちなんだ内容の活躍をする場合が多く見られる。例えばカワキの場合、ナルトに危害を及ぼす脅威を倒すためにカーマの力を強く欲した。この様子はカワキという言葉で言い表すことができる。アニメでは実際に、カワキがカーマの力を再び使い出した回である292話のタイトルを渇望としている。エイダを守る役目を持つデイモンも、その名前には守護神の意味が含まれている。この他にも登場人物の名前が物語において重要な意味を持つ例は多い。コブという言葉には、表面が盛り上がってできたしこりや腫れ物のことを指す場合がある。その意味からは不穏な印象を受けるが、木の葉は大丈夫だろうか。
コブは大名の間で忍び里の存続の必要性が議題に上がっているということを改めて伝えた。木の葉の財源は火の国にある。これまでも大名が予算を組んできた。今回のことと次第によっては予算の削減だけでは済まないという。コブには里のシステムそのものの問題点を探す役目が与えられていてもおかしくない。構造的な問題点が見つかれば、忍び里を存続させるかどうかについての判断材料にもなるだろう。木の葉は愚か、忍びのつながりそのものが危うい状況になりつつある。忍びという概念の重要性を確認し直す時が来ているのかもしれない。以上が最新26話の解説と考察になります。過去の解説、考察動画では、26話時点でもまだ明かされていない内容に関する解説や考察もしていますので、良ければ視聴していただけると嬉しいです。ここまでの内容は、個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。